今日は私たちの目の前にランドローバーのディスカバリー4、そしてディスカバリー5が並んでおり、なんとこれを同時に所有されているオーナーさんの取材でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そもそもランドローバーディスカバリーっていうのはどういう車なんでしょうか？はい、イギリスのランドローバー社という、メーカーが作っている車で、レンジローバーとディフェンダーのいいとこ取りをしたようなファミリーカーですよね。レンジローバーが高級車、はい、そしてディフェンダーもよりオフローダー、そうですね、その間に位置する。そうですね、なので本当どんな人のどんな生活にもマッチするようなすごく懐の深い車かなと思ってますね。なるほど。またディスカバリーっていう名前がいいですよね。いやもうたまりませんね。ディスカバリーは発見っていう意味ですか？そうですね、はい、何かオーナーさんの人生と発見みたいなのがオーバーラップする部分もあったりしそうですか？そうですね、もう毎日が発見のような人生を送っているので、もう車に乗るたびにワクワクするというか、そういった気持ちにもなりますね。ちょっとじゃあその辺をぜひぜひお伺いするとして、まずはちょっと車を見比べていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ車それぞれ細かく見せていただければと思います。改めてこっちがディスカバリー4ですけど、ディスカバリー5に比べるとかなりカクカクしてますね。そうですね、角張った武骨な男らしいデザインかなと思いますね。ですね、それに比べるともうディスカバリー5の方は角が一通り面取りされたというか、つるんとしている感覚がすごく強いですね。そうですね、丸みを帯びた本当曲線的なちょっとスタイリッシュな形になってますね。ヘッドライトなんてもう四角くないですもん。そうですね、流線と言いますかね、先っちょもピュッとなっていて、そうですね。しかもよく見るとやっぱこうやって中にも細かい模様が入ってたりとか、なんかモダンな感じになってる感じしますね。そうですね。逆に言うとディスカバリーとはいえもうほとんど共通点はないと言ってもいいぐらいの。そうですね、あんまり見出せないですね。ここぐらいですかね、このディスカバリー。そうです、文字のこのエンブレムですよね。タイヤのサイズだって今見ると全然違いますが、こっちが19、あちらも22になってますもんね。そうですね。グレードにもよるかもしれないですけれども、そのあたりからなんだかディスカバリーそれぞれのね目指してるキャラクターの違いみたいなのを感じてしまいますね。そうですね。横に回っていってふと思ったのは、もしかしてこの C ピラーのこの後ろ側の倒れ方というか流れ方、ここはすごく似ているような感じしますね。やっぱりここはデザイナーさんも意識されたんでしょうね。そしてさらに横でいくとこのドアノブのなんて言うんでしょう、この四角い感じのドアノブ、これもやっぱ合わせて流線形になってる感じですね。そうですね。細かいところを見るとやっぱり本当に全然違うなっていうところですね。こうやって後ろに回ってくるとやっぱりリアのデザインも似ているかと思いきや全然違いますね。全然違うと思いますね。これディスカバリーって3列目のシートがあったんでしたっけ？両方ともあります。ちょっと見てみたいかも。ぜひぜひ。いいですか？どうやって？これはこちらが上下に開くスタイルですね。下もこうね。でここからこう引っ張るとこういう形ですね。なるほど。背中の部分と座る部分が床から本当に浮き上がってくるような感じですね。そうですね。ここ薄く見えがちなんですけど、しっかりと本革が貼られてたりとか、確かにね、質感は非常に高いですね。大人も乗れるんですか？全然いけます。いけるんですか？全然いけます。ヘッドスペースもかなり余裕があるので。本当だ。全然閉塞感もないですし、しかもここまでサンルーフあるのいいですね。そうなんですよ。めちゃくちゃ明るいですね。足元もスペースありますね。全然余裕です。乗ったことありますか？ありますあります。全然ここは本当に大人でも普通に乗れちゃうんで。
どれぐらいの距離乗れるもんですか？いやもう全然長距離高速乗ってお出かけとかも全然できますよ。最長どれぐらい乗られましたか？最長ちょっとこっちじゃないんですけど5だと浜松からディズニーランドまでちょっとファミリーで行ったことがあります。大人が3列目で。大人3列目余裕です。へえ、はでこっちはディスカバリー5の方はどうなってるんですか5の方ははい。あ、そうか、もう電動なのか。電動ですね。電動だけどちょっと反応が悪いちょっと時がある。反応が悪いですね。どんなディスカバリーもそうだったように記憶してます僕も、はい電気系統は多分イギリス車そんなに強くないかな。なるほど。全然開かないですね。開きました。はい。でここを開けて、こう開けて、はい、ここも電動なんですね。ここも電動なんですよ。何これすげえいいな。へえ。でで3列目。 3列目はもう本当にこれを引っ張るだけです。なるほど。オプションだとねここのボタンで全部起きちゃうとかもありますけど、これは手動で持ち上げる、これは手動ですね。確かにディスカバリー4に比べるとシートの厚みからまず違いますね。そうなんですよね。はい。そして座面もかなり分厚く見えるし足元も深いように感じます。でこれでここからディズニーまで後ろ大人2人乗っていけた。大人2人乗って全然大丈夫です。おー、いいですね。いいですね。本当に実用的な車ですね。確かに頭上のスペースもここが掘られてあるからいけるんでしょうね。そうですね。もともとディスカバリーってこう2列目3列目にかけて、はい、こう頭のスペースが上がっていくのが特徴の確かにそうですね。4なんかはより顕著ですよね。顕著ですね。頭上のスペースに関しては4の方が明らかに広いですね。はい。面白い。でこれを閉じたらどんなデザインになるかですよね。一旦ちょっと閉じてみましょうか。ディスカバリー5、はいはい。そしてこれこのまま両方閉じてくれるんですね。閉じました。最後静かに閉まるのがいいですね。でディスカバリー4も一旦閉じてみる。やっぱりこうやって閉じて一番のこのディスカバリーのチャーミングポイントとも言えそうなこのアシンメトリーのデザインですよね。そうですね。もうディスコといえばこの形、僕もやっぱりこの形がディスコの中で一番好きですね。そもそもなんでこのデザインになったんですかね。もともと2世代目ディスコ2までは背面にタイヤがついてたんですよ。はいはいはい、で横に開く形の背面にタイヤがついている形と、でその時に右ハンドルで、その時はタイヤがこっちについてて窓のこのアシンメトリーが逆で、こっちに下がってたと。そうです、でこっちの視界が広く運転席から振り返った時に、後ろが広く見えるように作られてたという。なるほど、そこがスタートだったわけですね。そうですね。ってことはディスカバリー3は左ハンドル仕様のことを思うようになったってことですね。思うようになったということで3以降は、スペアタイヤは下に収納されて、はいはい、ここにあるんですよね。想定される市場が右ハンドルから左ハンドルになったってことですね。でディスカバリー5は、ここがガラスが水平になっている。そうですね。そうなった時にここから下でこのアシンメトリーのデザインを残したという感じですね。はい、そしてちゃんとこれは右ハンドルを意識したデザインにちゃんと戻ってますね。はい、タイヤもねすぐ下から見えるところにあってこれがまたかっこよかったりするんですよね。であと僕もう一つ思うのが、ディスカバリー5ならではタイヤがなくなりました、窓が水平になりました、アシンメトリーを残しました結果ここに余白が生まれますよね。このなんて言うんでしょう、つるんとした感じ、これが何とも言えないんですよね。こう癖になるっていうか、見慣れないんですよね。そうですね。そしていつまで経っても見慣れないんだけど、これが何度も見ちゃいたくなるようなデザインだなと思ってすっごい好きですね。これいろいろデザインを見せていただいて、より何というんだろう、疑問が強まってくるのは、なんで同じ車を2台持ってるんですかっていうところなんですよね。ちょっとそのあたりをぜひ聞かせていただけますでしょうか。はい、お願いします。
ということでざっくりとディスカバリー2台を見せていただいたんですけれども、まだお名前も聞いてない状況でしたね。そうでしたね。はい、はい、改めてお名前をお伺いできますか？はい、脇光則と申します。はい、今日は何とお呼びすればよろしいでしょうか？脇さんで。脇さん。はい。脇さん、ご年齢は42歳ですね。ご出身は三重県の紀北町というすごく田舎の町ですね。おー、そして今ここは静岡県浜松市です。ですよね。はい。そもそも三重県にはどれぐらいまでいらっしゃったんですか？高校卒業までは地元で過ごしてましたね。どんなお子さんだったんですか？まあ主張は強かったと思いますね。やりたいことはやらなきゃ気が済まないというか、まあ我慢ができないと言いますかどんなことやりたかったんですかその時？いや、まあどんなことっていうよりはとにかくもう本当に自分の思うようにならないと嫌だなっていう感じの、まあガキ大将じゃないですけど、はいはいはい。でじゃあ大学になってどちらかに移動されたと？そうですね、大学で名古屋の大学に入学したので名古屋で一人暮らしを始めたって形ですね。卒業して就職したのがテレアポの会社で、はいはい、電話をして、はい、営業して案件を獲得するお仕事ですよね。まあ半年で辞めましたね。なんでですか？まあその頃若かった自分が抱いていたこう仕事に対するこう思いだとか、そういったものとこう仕事内容があまりにもこうマッチしなくて、まあちょっとメンタルが耐えられなかったという。ってことはそこからどこかに転職されるんですか？転職というよりは大学卒業の頃までアルバイトしていた飲食店にまあ出戻りという形でまたちょっとお世話になりましたね。どんなお店なんですか？名古屋にある、ハワイアンのカフェバーですね。以前こちらの番組に出演されていた、鈴木伸介さん、ポルシェ2台持ってらっしゃったポルシェ911と928黒いのに乗ってらっしゃった方ですね。あの方の会社ですね。あ、そうですか。じゃあYouTube 見ておおってなったわけですか？そうですね、僕はなってましたね。この番組見て伸介さんももしやって思うかもしれないですね。なるかもしれないですね。あ、そうですか。でそこでじゃあサービス業、そうですね、はいはい、どれぐらいの期間やられたんですかそれを？まあ大学の時で1年から1年半ぐらいで、戻って3年ぐらいお世話になってましたね。はい。そこからじゃあまた別のお仕事になると？そうですね、そこからは今度は本社が地元で名古屋にこう営業の拠点のあった水産加工メーカーにまあ就職をしまして。それはどれぐらいの長さを？これ5、6年ですかね。辞められるきっかけがあったんでしょうか？そうですね、もともと仕事自体はスーパーハードな仕事で、まあ仕事が嫌で辞めたっていうわけではないんですけど、はい、もともと出歩くのが好きだったので、出張がちな仕事だったんで僕自身仕事は楽しんでいたんですけど、ある時30の時かな、結婚してたんですけど、妻がちょっと海外に住みたいって言い始めて。30歳でいきなり僕も「ん？」ってなったんですけど、いやちょっと考えようよっていう感じだったんですけど、妻は一人でも行くって言い始めて、どういうことなんだろう。僕もどういうことかなと思ったんですけど、いやいや待ってよ、それならちょっと僕も行くわってなって、そうですね、はい。っていうのがきっかけでちょっとじゃあもう2人で行こうかと。で海外に行かれる。そうですね。その時の奥様の気持ち、一体どういうところにあったのかっていうのは、聞いたら教えてくれるもんですか？そうですね、僕でも分かんないですし聞いたら教えてくれるとは思いますね。出演交渉じゃしてみましょう。そうですね、はい。ということで無理を言って奥様となんとお子様にも登場していただくことになりました。光則さんの奥様、お名前は？沙織です。沙織さん、そして名前はときわくん。かっこいい名前だね。でさっき光則さんに伺ったのは、いきなりオーストラリアに行きたいと、奥様が当時言い始めたと。
そしてもうあなた行かないなら私一人でも行くわといきなりそんなことあると思ってお話聞いてみたいなと思ったんですよね。そうですね。なんか結婚してはい。急に一種のマリッジブルーかなとは思うんですけど、もう自分の人生をもう自分一人で舵は切れないというか、そういう気持ちにすごい駆られて、この先なんかもうじゃあ子供できたらもう全く身動き取れなくなるし、自分の好きなことはもうできないんじゃないかっていう危機感に駆られて、そうもう今のうちだなっていう、何かやりたいことをやるなら今のうちだなと思って、そういう発想になったと思うんですよ。改めてやっぱ驚きますよね。びっくりしたしビビりましたね。ですよね。で最終的に俺も行くわと。そうですね。いやそんな置いてかないでよって言い出してどれぐらいの期間で移住になったんですか？結局4年ぐらいかかった、ね。準備期間がね。そうかね。確か。でも全然環境違いますよね。これまで住んでたところと。やっぱりオーストラリア当時から物価がすごい高かったので、日本で暮らしてる環境と全然違って、シェアハウスで、もう屋根裏みたいな部屋で、でも家賃めちゃくちゃ高いみたいな。いくらぐらいだったんですか当時？本当4畳半もない部屋で日本円で12万とかに2人で住んでた。2人でもちろんで、キッチン風呂トイレすべて共用、10人ぐらいで共用みたいな。それで10万とかでした。日本の方他にいらっしゃるんですか？そこいないです。そこにじゃあ2人で行ったわけですね。で2人で同じところに住みながら、もちろんお仕事するわけですよね。そうですね。最初はシドニーに2人で行って、で妻は日本食のレストランで、アルバイトをしてくれてて、で僕は2ヶ月間カフェ巡りとサーフィンだけをして過ごしてました。遊んでるじゃないですか。完全に紐ですね。妻は働きに出て、見送って見送る前からかなちょっと行ってきますってサーフボード抱えて、とりあえずは海行ってみたいな。そうだったんですか。いつ頃から働こうという気持ちになったんですか？働いたよね。1回一瞬2日ぐらい働いたんですけど、ちょっと無理ででもうそこで開き直って、僕はバリスタをやろうと思ってオーストラリアに行ったんで、カフェ巡りをしてリサーチだという名目で、カフェを巡って、でシドニーでやるのはちょっと諦めたんですけど、その後はしっかりと働きましたけど。オーストラリア内でじゃあ別のところに。そうですね。2ヶ月シドニーにいて、で彼女はやりたいことがあったので、その学校に行きたいので、パースに行くと。で僕はコーヒーで働きたかったのでメルボルンに行くということで。やっぱカフェといえばメルボルンですね。なのでちょっと2ヶ月ぐらいそこから先ちょっと別々で暮らして、で僕はメルボルンに行ってすぐに仕事に就って、そこから10ヶ月バリスタをやってたんですけど、彼女は2ヶ月学校に行ってからメルボルンに来てくれて、でそこで残りは一緒に過ごしてって感じですね。で今のお仕事に何かつながるものを得たってことなんですか？そこで。そうですね。そこで見つけちゃったっていう形ですね。でその見つけたものとはエナジーバーですね。エナジーバーってバー？そうです。コンビニとかにも最近結構よく見るありますね。栄養取れるとかのやつ、あれを作ろうと思ったってことですか？あれをそうですね。日本に帰ってエナジーバー作るぞって。決定的な出会いがあったわけですか？決定的な出会い、気づいた瞬間が来たっていう形ですね。なんかもともと僕はそれまでもずっと食の業界にいたんで、食品のいろいろなものを見ていて、自分の中で抱えてた課題みたいなのがあったんですよね。日本の食の世界に
こういう課題があるなというのをなんかもやもやと抱えたままでいて、まあ、でもそれに何かできるわけじゃなくっていう何かしらもやもやするものを抱えていたんですけど、もともとエナジーバーがすごい好きだったんですね。はい。アウトドアをする時にも食べてたし、はい。普段出張の時とかにもよく食べてたってていうこうなんか下地があって、それがオーストラリアに行って、エナジーバーのすごい広い世界に出会って、これめちゃくちゃ面白いなっていうなったと。はい。ちなみに感じてた課題っていうのは何だったんでしょうか。日本って日本食って健康って思われがちなんですけど、はいはい。昔からの日本食は本当に健康だと思うんですけど、何時代の日本食ですか。まあ、昭和初期ぐらいまでですよね。そこぐらいまでは健康なのに、はい、一般庶民の食生活も健康的だったと思うんですけど、今我々が日常で暮らしている日本で何も考えずに普通に暮らしちゃうと、健康とは果たしてこれ言い難いんじゃないかっていう食生活な人が多いと思うんですよ。でもその課題のそのものの解像度も低かったし、はい、言語化もできてなかった、はい、っていうところにエナジーバーと出会って、自分が思ってた課題感ってこれだっていうことと、それをエナジーバーならそれに対してアプローチできるんじゃないかなってことに気づいたんですよね。出会っちゃったわけですね。出会っちゃったわけですね。奥様から見てどうですか、その日本でねいろいろストレスフルなお仕事をされてた時期と、はい、オーストラリアを経て戻ってきた時の脇さんって、もうなんだっけ、何を得た魚、水を得た魚っていう感じでしたね。もうやっと自分の好きなことができるというか、それで食ってくっていう、覚悟もこう決まったっていう感じがしましたね。ずっとじゃあ食ってくものは何かっていうのを探してたってことなんでしょうかね。そうですね、それはあると思いますね。何かことを成したいとはそもそも思っていたので、でもそれが何か自分が打ち込めるものだったりとか、対象が見つからなかったっていう、いざ冷静に考えて、よしじゃあエナジーバー作ろうと思って、果たして何からするものなのか全然想像つかないんですけど、僕らも想像ついてなかったですね。やっぱその時はまだそうだったんですか。そうですね、全然想像ついてなかったですね。日本にじゃあ帰ってきました、はい、具体的には何をされたんですか。まずは、食品なので、その食品が何に当たるのかっていうところから調べ始めて、要は分類ですよね、営業許可が違うので。だってもうそういうのも全部ゼロからですよね。そうですね、はい、もう全部リサーチで、自分で作るのか、それともどこかで作ってもらうのかとか、いろいろ一つずつ地道にいろんなところに行って話を聞いたりとか。じゃあそこをスタート地点として今どれぐらいの期間続けてることになるんですか。今10年ですね。10年やり続けたんですね。そうですね。辛い時ってありましたか。逆に辛くない時がないです。ですよね。そうですね。でもその日々の積み重ねと、作っているエナジーバーのヒットがあって、こうやってこのね古民家と、そして今隣にも工場があるんですけれども、工場につながり、そしてこんな素晴らしい車にも恵まれるってことにつながってきたわけですね。ようやく脇さんの全体像が見えてきたような気がします。起業して10年ですよね。どういうタイミングで車を買われたんですか。もともとは、実は結構その荷物の運搬が多かったんですよ、製造の時に。なんですけど、自社で工場を作れるようになったことで、それまでワンボックスカーしか乗れなかったんですけど、もう荷物積まなくてよくなったので、好きな車買えるってなったんですよね。その時にちょっと税理士さんに相談してみたら、好きな車買いなよって言ってくれた。その代わり死ぬ気で働けよって。でも素敵ですね。そうですね。でどこかに車を探しに行ったってことなんでしょうか。そうですね。
まあほぼほぼ一択だったんですけど、はいもともと夢の車だったんで、はいはい最初に買われたのががディスカバリー5ですね。 5のこっちの方はいなんですよこっちの方ですね。ね。どうやって買ったんですか？これはもうディーラーで、ほうほう。もうそのままディーラーでローン組んだって感じですね。ディーラーでローンって金利高かったんじゃないですか？高いと思いますね。ですよね。は僕は最近聞いたのがクラウドローンってやつなんですけど、はい。知ってます？いや知らないです。例えば高金利なディーラーローンとか残価設定ローンを組む前にクラウドローンで試すっていうやつなんですよ。へえ。具体的には銀行ローンって最安で1% 台からだいたい 3% ぐらいですよね。えで借入金額とか属性によって変わってくるとは思うんですけど、圧倒的に他のローンよりも金利が安くなるっていうのが特徴みたいです。え。へえ。で所有権も自分のものになると。そうなんですね。で普通ローン組もうと思ったら銀行でどこが安いかっていうのを一件一件調べたりとか個別に申し込んだりしてたじゃないですか。そうですね。僕も何個も行ったことあるんですけど、えクラウドローンの場合は一括で提携の保証会社による事前審査をしてもらうと。でその結果に応じてクラウドローン提携の金融機関からローンのオファーが直接届くっていう仕組みらしいんですよ。へで僕も練習で入力してみたんですけど申し込みがめちゃくちゃ簡単だったんですね。うんまずは借入金額入れます。年収を登録します。で保証会社による審査がその後すぐ行われて、あとは銀行からのオファーが来るのを待つ。来たらどの銀行にするか選ぶっていうだけらしいんですよ。え。しかも面白いのが金融機関に申し込む時に実際店舗に行ってたところ行く必要がないんで、今静岡ですよねここは、はなのに九州とか北海道の金融機関からもオファーを受けるっていうことが可能ですと。そうなんですね。これいいですよね。めちゃいいですね。でもう一ついいのがこれが全部ウェブで完結するっていうところなんですよね。ちょっとびっくりしたなと思って。そうですね。ね早く知りたかったです。ですよね、ディーラーで組む場合にね。審査結果は3ヶ月間有効なんで、車を買いたいと思った時にまずクラウドローンで調べてみて、どの金融機関がいくらで貸してくれるのかっていうのを事前に知ることで車購入の確実性がまず高まりますよね。あとは例えば脇さんみたいに今ディーラーローンを借りている方が今の金利とか毎月の返済額がどれぐらい減るかっていうのを一度このクラウドローンで確認するっていうのも手ですよね。そうですね。そのクラウドローンは提携金融機関ももうすでに結構多い印象だったんですけれども、さらに拡大するっていうことで、これからもっと便利で使いやすいサービスになるんじゃないかなと思いましたね。はい。でもそれって比較サイトみたいにいろんな銀行から営業電話一気にブワーってかかってくるみたいなのないんですか？一回申し込んだらバーってかかってくるやつ。そうですそうです。それはね、ないらしいです。なぜならここからは連絡を受け取るっていうのを事前に自分で選べるらしいんですよ。それめちゃ安心ですね。それは本当にいいなと思いました。でもそれにしてもね、税理士さんのこの好きな車買ってその分死ぬ気で働けっていうのはいい言葉ですね。競技ね、なかなかそうですね。時代的にはそんなにマッチしないかもしれないですけど、でも脇さんの頑張るパワーを、僕が多分そういうスタイルだったからっていうのはあると思いますけどね。着火してくれてたっていうのはあるんでしょうね。なんかもう脇さんに対しての興味が強すぎてまだまだ車に乗れてないという状況がここまで続いてますので、そろそろドライブに行きませんか？はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということでまずはランドローバーのディスカバリー5の方、新しい方から乗させていただくということで乗り込んだんですけど、すごいなんか密閉感すごいですね。すごい密閉です。静かですよね。めっちゃ静かですね。あとこれ伝わってるかな、我々の声もかなり車内で響くぐらいの感じですね。そうですね、静音性とても高いですね。びっくりしました。じゃあエンジンオンでお願いいたします。
これもね、僕想像してたディーゼルと比べて振動が明らかに小さいですね。そうですね。マイルドハイブリッド、マイルドハイブリッドですね。その辺がかなり効いてるんでしょうね。ですね。じゃあ出発お願いいたします。はい。このね、のしのしと進んでいく感じ、決して車自体の動きは軽やかじゃないんですよね。重みがあって厚みがある感じっていうのはディスカバリーらしい。何度乗ってもこの感覚ってディスカバリーらしいなっていう風に感じますね。走り出してもめちゃくちゃ静かですね。そうですね。ロードノイズとかも本当全然聞こえないって感じですね。聞こえないですよね、不思議なぐらい。もう一つ感心するのはやっぱりインテリアのこの美しさ、この表皮のテクスチャー、はい。これがすごい凝ってますよね。凝ってますね。なんかのぺっとしてないんだけど、でもなんかこう優雅なというか、ありますよね。はい、引き算の美学が本当至るところにある、おっしゃる通り、すごいいい表現。例えばこのシフトノブの周辺とかもスルンとしていて、余計なものが他にないんですよね。全然ないですね。ね、なんかだからレンジローバーの方は結構華美に革とかウッドとかで飾り立てているのに対して、テクスチャーと本当に引き算マイナスで構成されてるっていう感じがなんかとっても素敵ですね。そうですね。かといって安っぽいって全く感じさせないこのマジック何なんでしょうね。やっぱりイギリスの美学ですかね。ですよね。一朝一夕ではこういう車って作れないんだなっていうのをすごく感じますね。そうですね。普段この車はどういう時に使われるんですか？普段市内の取引先様のところに行ったりとか、はいはい。あとは子供の送り迎えでも乗りますね。ってことはもう毎日ですね。毎日ですね。距離はどれぐらいですか？距離、うちは乗り分けているので、はい。全部入れると1ヶ月、そうですね、1500キロから2000キロぐらい乗るんじゃないですかね。1ヶ月で。はこのエリアならではですよね。そうですね。結構山の中にあるので、自宅事務所が。車に乗られる時間ってどういう風な立ち位置なんでしょうか？結構僕は内省したりとか、物事、新しいプロジェクト考えたりとか、あとは意思決定のための試作の時間ですよね。もう頭の中は常に働いてる感じですか？そうですね。脇さんはやっぱりこの車を選ぶ上で車内外色っていうところにこだわりがあったんですか？ありましたね。もう外装もそうなんですけど、どっちかっていうとこのシートの色と、素材が第一優先でしたね。これはレザーのシートですね。はい、レザーシートです。しかも細かいパンチが開いてあるんですね。そうですね。ここからベンチレーションの冷気が出たりとか。なるほどなるほど、ベンチレーション付きなんですね。そうですね。そしてやっぱり何といってもランドローバーといえばこのアームレストですね。アームレストですね。高さが調整できるというね。脇さんちょっと今低めの角度に調整されてましたね。そうですね。実はここにもレストがあるので、ちょっと段差をつけて、ポジションチェンジしたりとかしてますね。そういう使い方もあるわけですね。ランドローバー全てに通じるんですけど、本当に船に乗ってるようなゆったりとした乗り心地といいますか、安定感がありますね。ありますよね。これでメインはオフロードだっていうんですからね、なかなか不思議な。それでしかもね、いろんな資料を見るにすんごいところを走ってるじゃないですか。世界中の悪路を走破してますからね。すごい乗っていて、そこを走るかどうかは別として、それが走れるっていうだけでもとっても誇らしいことですよね。そうですね。脇さん、これ2025年モデルのディスカバリーですよね。はい、そうです。私は経験的にずっと同じディスカバリーでも、その前の年のディスカバリーも体験したことあるんですけれども、その年次ごとにもすごい改良されてるなっていうのをやっぱこの静けさと乗り心地ですごい感じてます。そうですね。全然違うんですよね、これ年次によってね。多分トルクとかもアップグレードされていくので、やっぱ走りに余裕がどんどん出てきますね。
こんなに分かりやすいのも不思議ですけどね、年次ごとにね。そしてディスカバリー5を購入なさった脇さんが、はい、次に触手が動いたのが、はい、ディスカバリー4であると。はい。これがまたどうしたわけなのかなっていうのがすごく気になっていて、はい、乗ってみれば分かるものなんでしょうか。そうですね、うん乗ってみたらそこに答えはあるかもしれないですね。本当ですか。はじゃあちょっとこのドライブの後、はいディスカバリー4に乗り換えていこうと思います。い、お願いします。お願いします。さあ、というわけでランドローバーディスカバリー4に乗させていただきます。今回はハンドルを握らせていただけるということでちょっと緊張しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあエンジンかけさせていただきます。はい。比べるとやっぱりディスカバリー4の方がエンジンがかかった時のブルッとした感じとか音の入り方とかはワイルドな感じはしますよ。そうですね、結構野生味のあるやんちゃな感じは。そうですよね。ありますねガソリンエンジンにしてもなかなかはい、迫力のある感じしますね。そうですね。そしてやっぱインテリアも全然違いますね。全然違いますね。静謐な空間と比べるとやっぱりこの時代のディスカバリーははい、道具感が強いですよね。強いですね。ギアですね。ギア感ありますよね。はボタンの数といい、い、はい、モードの切り替えスイッチがね正面ちょっと下部にあったりとか、はい、一番道具らしいなと感じたのはやっぱりここのドアノブですよね。あ、そうですね。このギュッと握って閉めるドアノブっていうのはいがかっこいいし、室内の広さ、はい、容量だけの視点で見ると、はい。ディスカバリー4の方が広かったりしますか？もしかしたら広いんじゃないかなと思いますね。ね、なんかこの2人の距離感もそうだし、は頭上のスペース、い、はい、我々の上、しかもサンルーフ付きでもはいかなりのスペースが今見えてると思いますが、ありますが、2列目以降はもっと天井高い。そうですね。一段階上がってるんで、かなり開放的だと思いますね。で、サンルーフ3枚ついていて、はい、ここの色もまた明るいもんだから、すんごい開放感です。そうですね。乗っててすごい気持ちいいですね。あと要因として、この窓の天地の大きさ、これは本当にすごくいいところですね。4の。ね見晴らしの良さはとてもすごいなというふうに思います。はい、この回すノブで D にして、そしてサイドブレーキをボタンで下げる。はい、では出発いたします。一つ共通点に気づいたのはやっぱり、2も3もですけれども、はい、 4から5へとこののっそりのっそり力強く進んでいく感じ、はい、これはもうずっと連綿と受け継がれていますね。そうですね。この重みがすなわち質感につながってるなと思って、はい、なんか本当に大きな塊がこう地を進んでいく感じっていうんでしょうかね。そうですね。これ乗ってる人も上がりますよね。上がりますね。いかにもこう大きな道具を操ってる感じね。はい。この重厚感と、うん、こんだけ重い車体を動かしてるのに、この浮遊感というか、なんでしょうね、この浮いてる感覚。不思議ですよね。不思議ですね。道具感で言うとやっぱりこのタイヤで路面の小さな凹凸でも拾って、はい、これが脇の横、窓の横、そして天井までブルブルっと伝わってくる感覚があるんですよ。はい、これってバイブレーションという言い方もあると思うんですけど、はい、もっと別の見方では情報としてちゃんと上に伝わってきてる感じがしてますよね。そうですね。もともとがやっぱりオフロードを走るってことをうんね、前提にしてるので、やっぱ路面の状況が感じられないと、やっぱ運転制御できないと思うんで、本当にそう。はい。ただそれが伝わってきたものが全然不快じゃないというか。不快じゃないですよね。はいそれがマキさんのおっしゃる浮遊感っていう言葉が僕も腑に落ちるんですよね。こんなに振動は伝わってきてるのに車体自体は浮かんでいるような感覚、
これはあと車の倒れ方とかはい前後の大きな揺れの動きとかもはい浮遊感につながっているんでしょうね。そうですね。全然神経質な動きをしないからはいあくまでゆったりゆったりと揺れながら前に進んでいく感じ。そうですね。特にディスカバリー5に乗った後だとこのディスカバリー4のこの感覚が味わいって言ってもいいですよね。そうですね。味わいですね。おっしゃる通り。情報でもう一つ言うとはい。こんなに大きな車体なのにタイヤが今どの位置にあってどういう状況にあるかっていうのもなんだか捉えやすい気がします。そうですね。うんランドローバーすべてに通じることなんですけど、はいまあコマンドポジションと言われるこの視点の高さだったりとうか、ん、ボディの角が見やすいので、ややっぱり今自分がどこを走っているかっていう情報はすごく捉えやすいと思う。ね、はいこれが仮に悪路に迷い込んでしまってもあとほんの数センチでタイヤが溝に落っこちてしまうよみたいなところをはい。自分でなんか捉えながら乗っていける感覚ありますよ。そうですね。これが全体の安心感にもつながってますよね。なってますね。ところで脇さんはい。ディスカバリー5をはい。購入されながら、はい。一つ前のディスカバリー4を購入されたわけじゃないですか。はい。不思議だなぁと思うんですけど、えどういった背景があるんですか？エナジーバーのはい方に関わってくるお話なんですけど、はい、うちの商品のお取り扱い先様が全国に結構散らばってありまして、はい、まあ、その全国の取り扱い店様をちょっと訪ねて回る旅っていうか、そういうプロジェクトを始めたいなと思ってまして、面白いですね。はい。つまりまあその取り扱い店様とかうちの自分の商品を発見しに行くという旅をしたいなっていう時に、このディスカバリーに乗って全国を回りたい、そう思ったんですけども、はい、まあ、全国を回るんだったら、はい、ちょっとやっぱりもう少しキャラのあるあー、車がいいなっていうところで、5は良くも悪くも完成度がすごく高くて、なるほど、ちょっとシュッとして落ち着そうなんいていですよね。ますから、はい。あ、秋さんのところだってなるのは、はいこういう車の方がそうですね。っていう意味でのキャラクターですね。そうですね。よりなんかこううん楽しさを表現できるキャラクターが欲しいなと思った時に、はい、これは4だよねっていうことになってですね。はい。じゃあ、兄弟でお迎えしちゃうかと。それが決まってから、はい。まずお店を探したんですか？そうですね。やっぱり整備とかうん点検、そういったところを含めて末永くお付き合いできるところとやっぱりやっていきたいなっていうのがあったので、最初はどういう条件をお伝えされてたんですか？まず型年式ですよね。はいはい。と、まあ、あとは走行距離とまあ状態ぐらいですね。年式はどれぐらいがいいってあったんでですか？きれば4の後期がいいかなとはいはいで、その後期だとフロントのエンブレムが、はい。ディスカバリーってなってるんですけど、はい実は4の前期まではランドローバーっていうエンブレムなんですよ。ああ、そんな違いがあったんですか？そうなんです。結構それって大きな違いなんですけど、はいモデルチェンジじゃなくてマイナーチェンジでそこ変わってきててへーそうなんです。だから4でも後期で探してましたね。まあ何よりディスカバーという言葉をね大そうですね切にされる脇さんですから、そこはまあランドローバーもかっこいいけれども、はいディスカバリーっていうところが大事になってきますし、はい、ディスカバリー5もある上でのお迎えですからね、そうですね。ちょっとそこが揃えたい部分ありますよね。譲れないポイントでしたね。色とかは、色は、ん、特にもうこれじゃなきゃってのはなかったんですけど、はい、まあ、白がやっぱり一番ね、どこにもマッチしやすいのかなっていうのはあって、ああ確かにね、はでちょうど白の中でもこの車体はブラックエクステリアパックって言って、うんまあ、全国で50台限定のうん、そのエンブレムだったりとか、はいはいいろんなところがやっぱ黒で統一されてるっていう確かに限定車だったんですよね。うんうんなのでこれはすごくいいな、かっこいいなっていうのがもう、ねはい、あってあって、見つかってはい、行っちゃいましたと。行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。はいご家族の反応いかがでした？いわば同じ車をはい、 2台並べるよって報告した時は。まあ最初は信じがたいというような顔をしてました。まあ普通ね、はい SUV があってのスポーツカーとか、はい
タイプをこう分けることは多いですけれども、はい、まさかの SUV2 台で、そうですね。なんならモデル名同じやんとはい、びっくりしちゃいますよね。そうですね。しかも古いのから新しいのにするならまだしも、1個古いの買うっていうことで、まあ想像できるような反応ですよね。はい、でも私自身も経験がありますし、はい、やっぱり取材させていただいた、インタビューさせていただいた方々も、はい、年式をやっぱり遡るっていうはい、行動形態がはい、傾向としてあるんですよね。わかります。それはやっぱり車のその本懐というか、はい、本筋がどこにあるんだろうかはいっていうのを探っていく、先祖をたどる旅みたいなところはあるんでしょうね。いやもう本当今鳥肌立ったんですけど、はいまさにそれでうんこう生まれたところに帰っていくっていうか、はい、よりこう本質、このディスカバリーの持つ心臓にこう近づいていくような感じですよね。近づいていく感覚がありますよね。よかったですね。でも脇さん今5でしょ、はい、 4でしょ、はい、さらにあとまだ3つそうなんでモすよね。デルがね変えますからね。あと楽しみ3つあるんで、そうですね、はい、これはもうあと奥様の堪忍袋の突き出るかあるいは脇さんの探求がどこまで極まっていくかっていうところはですね、はい、ぜひまた数年後もねボーイズ&ウィルズに出演いただいて、はい、取材させていただくのがとっても楽しみだというふうに思っております。期待しててください。はい、ということでドライブから戻ってまいりまして、素敵な経験をさせていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ボーイズ&ウィルズ TV に出演していただいた方限定のステッカーを今回は2台分ですね、2枚受け取っていただければと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。2台とも乗させていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。2台に特別な共通点があるかどうかというと、それはなんかそれぞれにキャラクターがあるなっていう感覚ではあるんですけれども、ディスカバリーっていう名前がね連綿と続いてるにはやっぱり訳があるんだなっていうふうに思いました。はい、そしてねこう話しながら思ってるんですけど、この2台のイギリス車の目の前に脇さんのご自宅の古民家、はいね、日本の古民家がありますけれども、このマッチング不思議といいですよね。そうですね。築90年の日本家屋とこんなに、イギリス車っていう、一見合わなさそうなんだけどなんか不思議としっくりくるみたいな。ねえ、はい思いますね。そしてね先ほど奥様がご指摘いただいて、なんと私たち今日メガネがですねお揃いだったということも判明いたしまして、ね、これからも仲良くしてください。こちらこそよろしくお願いします。それで脇さんランドローバーディスカバリーっていう名前ですけれども、はい、脇さんご自身もこれまでと同じようにこれからもディスカバーしていくんでしょうか？そうですね。ディスカバリー発見という名前なんですけど、自分たちがやりたいこうビジョンといいますか、これから先見ていきたいものっていうのを常に毎日発見していきたいなと思ってますし、エナジーバー、全国に取扱店様があるので、このディスカバリーに乗ってその取扱店様を訪ねるっていうプロジェクトもちょっとやっていきたいなと実は思ってるんですよ。それなんか発信しないんですか？できれば YouTube とかやってみたいなとか思ってます。なるほど。はい、もしかしたらじゃあボーイズ&ウェルズ TV の視聴者の皆さんも脇さんがディスカバリーに乗ってディスカバープロジェクトを進める姿をご覧になれる日が来るかもしれないということですね。そうですね。はい、ではいつもの質問とさせていただければと思います。はい、まずこの2台持ち100点満点でいうところの何点でしょうか？2億点ですね。100点満点どころか奥いっちゃいましたね。奥ですね。はい。その理由はもともと本当にずっと憧れてた車で、それに乗れてるってだけで、もうマイナス点なんてないので。そうですね。はい。とはいえ2億ですよ。はい。すごい点数じゃないですか。2台あるんで掛け算でちょっと大きくなっちゃいましたね。なるほどなるほど。
とてもよく理解できたということにはいしておきます。お願いします。となるともうこれはもう愚問になってしまいますが、ランドローバーディスカバリーこれからも乗り続けられますか？もう地の果てまで乗りたいと思ってます。それができる車ですよね。そうですね。はい。承知いたしました。今日はインタビューさせていただきありがとうございましたこちらこそあり。がとうございました。ということで本日は脇光則さんとその愛車のランドローバーディスカバリー4そしてディスカバリー5を静岡県の浜松市からお送りさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。